皆さんどうもこんにちは。刀のまいさんです。今回はドイツメンバーと稽古三昧の3日間の動画です。ドイツメンバーとどんな風に一緒に稽古をしているのか、また居合道に興味を持っていただいている方はぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。この日が全員揃って最初の稽古ということで、まずは先生から改まったご挨拶と、私はその文章をドイツ語で通訳させていただきました。話し始めましたが、ちゃんと通じてるのか心配になってみんなの顔色を伺っています。翻訳ソフトはいろいろありますが、今回はチャット GPT を使ってみました。読み上げ機能の音声を録音して何度も聞いたり音読練習をしたのと、念のため翻訳した文章をカタカナにも直してもらったのですが、この時は緊張して結局ほとんどそれを読みながら話しておりました。次のこういう機会では何も見ずにドイツ語が話せるようになるのが目標です。稽古はまず刀礼から始まります。刀礼は神様と刀、その場への礼です。次のこれは体の真ん中、正中線を刀が通るように意識する振り下ろしの稽古です。うちの道場では最初に必ずやります。今回のドイツメンバーに対しての稽古はグループレッスンとなるので、初心者から講談社の順に並んでもらい、まずは基本の型、前からチェックしていきました。師匠はよく前を見ればその人の力量がわかると言います。講談社になってもこの方は商談審査で必ずやります。基本が大事ということですね。私は師匠の後ろで何をしているかと言いますと、師匠が話す難解な日本語に対して翻訳しやすい簡単な日本語でアプリに話しかけています。瞬時に翻訳しやすい文章に変換するのも意外と難しいので、アプリを使いこなすのが私の役目かなと思っております。居合に関する日本語は皆さんそのまま理解できるので、こういった場面では通訳の必要はありません。型の大枠は皆さん十分ご存知なので、日本に来て学んでいただくことは本当に細かい部分だと師匠はおっしゃっています。握り方一つで刀の軌道は本当に大きく変わってきます。とはいえ私はまだまだひよっこなので、これ以上居合道については語れません。そんなこんなであっという間に1日目の稽古が終了しました。1日目は野毛の服屋さんといううなぎ屋さんでみんなでランチをしました。こちらうな玉丼です。お昼はリーズナブルでおすすめです。カメラを向けたらアレックスに嫌がられてしまいました。みんなもりもり食べてくれました。昼食後はクレイシーと再びお買い物へ。やってきたのはハンコ屋さんです。実はここにドイツメンバーを連れてくるのは3回目で、変な日本人なのでさすがにお店の方も覚えてくれてました。ちょうどお店の方も宣伝用のショート動画を撮っていたようで、なぜ日本でハンコを作りたいのかクレイシーがインタビューに答えてました。漢字が美しいと言われるとなんだか嬉しいものですね。相変わらず朝がしんどいですが、この日は憧れだった場所で初めての稽古だったので、こう見えてワクワクしておりました。できたばかりの時からずっと行ってみたかったのですが、今回たくさんのドイツメンバーを受け入れるために慌てて場所を探した際に、ここも小さな団体も利用できることを初めて知れたので、そういった意味でも皆さんに感謝です。男女別の更衣室がちゃんとあるし、しかもシャワー室もあって誰もいないのをいいことに大興奮でシャワー室を取っている変な人でした。そこで準備運動してるんですか？
マイさんマスター。やだ、ごめんなさい。いや、ここ分かりづらいから。とっても広い武道場で観客席まであります。グーテンモルゲン。おはようございます。なんだか躍動感あふれる準備体操をされてますね。この日もおなじみの東礼から始まりますが、カメラをセッティングしていたので一人遅れて参加です。隣の枠が空いていたので急遽もう一面も借りて広々と稽古ができました。稽古が始まってからこの部屋はネットがつながらないことが分かり、翻訳アプリを使おうとした時に使えなくて、実はこの時私は大パニックでした。まずは昨日の復習のチェックからでしたが、師匠のジェスチャーだけでもみんななんとか汲み取ってくれます。まずは振りかぶりには刀の操作があります。振りかぶりの細かい部分のレクチャーです。斜めに切って相手の体の中に切っ先が入っているので、スッと刀を上げてはいけないことを説明されています。斜めに切ったので切った方向に上げないといけません。次の動きの説明ですね。なぜ刀の角度を45度にしなければいけないのか、気になる方はちょっと動画のボリュームを上げてみてください。というわけで2日目の稽古も無事に終了しました。稽古3日目です。週に何度も苦手な早起きと稽古、そして普通に夜遅くまで仕事もしていたので疲労が溜まっていて、この日はもはや自分を取る余裕もなく遅刻でした。この日は関内駅すぐの機能文化会館という施設のトレーニングルームでした。この人数では想像してたよりちょっと狭かったですが、更衣室があるのと壁一面鏡張りなのは良かったです。この日は血振りの細かいポイントを中心に指導されました。血振りとは納刀する前に刀についた血を振り落とす動きですが、型によっても動きは異なります。なぜこの高さにしなければいけないのか、師匠は理屈を言葉で教えてくださるところが私は好きです。正しい位置、正しい高さにあるのが自分が楽に八重をできる。多分皆さん緊張されたと思いますが、その後は一人一人じっくり見てもらい指導を受けて3日目の稽古は終了でした。関内駅で私が一番好きなお店と言っても過言ではない神楽山でピーターたちとお食事をした映像をおまけでつけておきます。寿司どころなのでお刺身はもちろん美味しいのですが、なんといってもこのずらりと並ぶ日本酒の数々、日替わりのおすすめ地酒も多すぎて飲みきれません。まずはこちら、福井県安本酒造の白岳泉というお酒です。和歌山県のキットというお酒を頼もうとしたら品切れで、キットが好きならこれもおすすめとのことで持ってきていただいたお酒です。これもすごく美味しかったです。次のお酒も先にご紹介。埼玉県南陽酒造の花浴びはお友達に教えてもらったのですが、見つけるとつい頼みたくなるほど私も大好きになりました。伝酒は青森の美味しい純米酒ですが、ラスト1杯分もなくてサービスしていただいちゃいました。基本私は日本酒は何を飲んでも美味しいしか言わないので、利き酒はできません。お刺身も新鮮で、お寿司も本当に美味しいです。ピーターたちはマグロが一番好きだそうです。嫌いなネタはあるか聞いてみたら、ウニはちょっと苦手だそうです。本当に美味しそうに食べてくれるのが嬉しくて、つい撮影に夢中になっていたら叱られちゃいました。一人一杯は飲みきれないのでシェアしましたが、大きなお椀でお味噌汁が出てくるとテンションが上がりますね。というわけで今回は3日間の稽古三昧 Vlog でした。実は稽古日はもう1日あったのですが、ラストの稽古日はスペシャルなことがたくさんあったので、次の動画でお見せしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。